皆様どうもこんにちは。スパイクスタジオのスパイクです。今回の制作はまた3度目の制作、ジークアクス版のゲルググです。今回の制作のポイントはこちら。ガンプラオンリーのミキシングではなく30ミニッツのアーマードコアのキットを使ったミキシング。全然構造が違うので軸やパーツ配置に苦悩したり、カラーリングをまとめるのが結構大変でしたが、制約もなくはっちゃけたミキシング改造ができたと思いますので、ぜひ制作工程を楽しんでいただければと思います。それではレッツミキシング。まずは今回組み合わせる素材、アーマードコアに登場したミルクトゥースですね。実はスパイクアーマードコアはそんなに詳しくなくて、プレイしたのは3と4とあと最新作くらいで、あんまりこの機体のことは知らないです。なんか素材に使えそうだから買ったのですが、なかなか難しいキットでした。組み上げた状態がこちらです。大きさ的には HG のキットくらいかなって感じでしょうか。ディティールがバチバチに入っていて、ジークアクス系のキットとはかなり親和性が高いんじゃないかなと思います。それではこいつを混ぜていきましょう。まずはゲルググの上半身を分離、下半身をミルクトゥースのものにしようかと思います。軸の規格は全然合っていないので、とりあえず雰囲気をチェック。バックパックとミルクトゥースの上半身の向きを変えて組み合わせ、下半身とは軸の太さが全然違ってスカスカですね。バックパックとしてはゲルググのパーツがそもそも使いにくいのですが、このミルクトゥースの首を入れる部分を活用してうまく接続できないかを考えていきましょう。とりあえず簡単そうな下半身の接続からいってみましょう。改めて軸の形状を確認。ゲルググのパーツは腰に挟み込むタイプの丸軸で、ミルクトゥースの接続穴の方が少し大きい感じです。この腰の部分を接着してしまって軸を差し替えるのが簡単そうだったんですけれども、ゲルググの胴体に後はめ加工をするのが結構めんどくさそうな感じ。とりあえずゲルググの元の軸をカットして新たな接続軸を作っていきましょう。カットした部分に 1mm 穴を開けていきます。そして適当な 3mm ランナー棒をカットしてヤスリ掛け。これを新たな軸にします。切り取ったランナー棒にも 1mm 穴を開けて真鍮線を差し込み、ゲルググのパーツと接着。このパーツ真ん中でセパレートされているので結構接続位置がシビアです。真鍮線と接着剤でなんとか固定できました。一度差し込んでみましょう。ミルクトゥース側の穴に一般的なボールジョイントがジャストサイズではまるので、これを受け軸として合体。いや結構いい感じじゃないでしょうか。バランスもそこまで悪くない感じ。そして調子に乗ってグリグリしていたら作った軸がポキッと折れました。強度不足ですね。ということで少し補強を。接続方法はそのままで、ベビーパウダーに瞬着を混ぜたパテを作って、3mm 棒の軸を作った部分の周りをパテで補強しておきます。接地面が少なかったので折れちゃったんでしょうね。塗装後に組み立てたら接着する予定ですが、仮組みの時にまた折れても困るのでしっかり補強しておきましょう。続いて背面の加工。ゲルググのこのバックパックの構造、ほんといまいちだと思います。互換性が全くないんですよね。ディティールとしてはかっこいいと思うのですが、組み替えのことは一切考えてない感じのキットです。ミキシング泣かせ。一度バラしてバックパック接続パーツを取り外しておきました。ミルクトゥースの上半身の接続位置を模索。ここでバランスが決まると言っても過言ではないので結構難しい。とりあえずランナー棒をカットして 3mm 棒を作って、ミルクトゥースの首を刺すところにこの 3mm 棒を差し込んでゲルググの背中に取り付けてみることにしました。背中のパーツの2段目くらいに穴を開けることに。1mm ピンバイスで仮穴を開けてから 3mm ピンバイスで穴開け。失敗は許されません。とりあえず接続することはできましたが、かなり大きなパーツなので軸が一つだけの接続ではかなり不安。背中の上の段に 1mm ピンバイスで穴を開けてもう一つ軸を作ることにしました。1mm 真鍮線を差し込んでミルクトゥース側の穴を開ける予定地に押し付けて傷をつけます。傷をつけたところに 1mm 穴を開口。これで 3mm 棒と 1mm 真鍮線の2軸で接続をすることができ安定するはずです。うまいことできましたね。接続軸も隠れていい感じです。しかし下半身を取り付けたところ少し干渉する部分が出てきてしまいました。ちょっと修正を。ミルクトゥースの腰の出っ張っている部分をニッパーでカット。腰パーツの上からかぶせる黄色いパーツの出っ張っている部分もニッパーでカットしたのですが、映像を撮っていなかったので割愛。カットした部分がむき出しで変な感じになっていたので、ちょっとディティールアップをしつつ追加のパーツを取り付けるための加工をしていきます。まず寿屋だかウェーブだかどっちか忘れましたが、正方形のディティールアップパーツの真ん中に 3mm 穴を開けます。これを先ほど切り刻んだミルクトゥースの腰部分に接着。この穴にミルクトゥースの首パーツを差し込めるようにしてみました。これ
だけでは寂しいので、ゲルググの余っていたバックパックパーツの真ん中のフレームを切り飛ばして、こんな感じでミルクトゥースの首と組み合わせてみました。腰に取り付けるとこんな感じ、いい感じのブースターができましたね。違和感もあんまりなさそうです。ミルクトゥースの首を接続する部分の強度確保のため、追加でディティールアップを接着、こんな感じで仕上げました。ここはもう見えなくなる予定ですが、細かいところにもこだわっていきましょう。ゲルググのバックパックパーツをもう少し加工、不要な部分をカットしていきます。出っ張っている部分や変な形になっている部分をカットしてヤスリがけ、パーツを整え終えたら30 minutesのディティールアップパーツを使って少しディティールの追加を、こちらのパーツを両面に流し込み溶剤で接着していきます。ブースターでほぼ見えない部分ですが、ちらっと見えた時にミルクトゥースのディティールに負けないよう配慮をしておきました。そしたらこちらのパーツをミルクトゥースの首にはめ込んで接着しちゃいます。ここの塗り分けはもう必要ないかなと判断しました。ミルクトゥースのパーツを余すところなく使うことができましたね。続いて肩に追加外装、30 minutesの特殊作業用オプションアーマーを追加することにしました。ゲルググの肩に 3mm 穴を開けて接続することに。まずは 1mm 穴を開けてから 3mm 穴を開口。接続するとこんな感じ。どんどんごつくなってきましたね。同じく先ほどのオプションアーマーのパーツをバックパックに追加。元の腰の接続軸がそのままでダサかったので、ここに被せる形でパーツを追加することに。内側の出っ張っている部分をニッパーでカットしてすっぽり被せられるように加工をします。この部分はもう接続軸とかは作らずに塗装後に接着しちゃう予定です。仕上がりはこんな感じを予定しております。前面にも追加装甲を持っていきましょう。もともとミルクトゥースの腰についていたパーツを取り付けることにしました。ここは取り外しができるよう新たに軸を作っていきます。上の方に 1mm 穴を開けて 1mm 真鍮線で胸パーツに取り付けられるようにしましょう。我ながら同じような加工ばかりで恐縮ですが、皆さん飽きてきてないですか？でもこれが一番簡単なんですよね。最後にフロントアーマーを追加。30 minutesのディティールアップパーツのこの関係ない丸穴が開いたランナーの部分、ここを使ってみましょう。ここをカットして形を整えて、ミルクトゥースの顔パーツが差し込めるようにしてみました。こんな感じで腰に接着をしてしまって、外装を差し込める受け軸にしちゃいました。これは我ながら結構お気に入りの改造。一度全てのパーツを取り付けて全体図を見てみましょう。全ての外装パーツを塗装しやすいよう取り外し可能な状態で接続することができました。何でも接着しちゃえば簡単ですが、稼働や取り外しを考えるのが好きなので、毎回軸を新造しちゃうんですよね。ここで少し補足を。肩の外装パーツに 3mm 穴がぽっかり開いていてやぼったい感じがしたので、30 minutesのパーツを使って穴を埋めたり、3mm プラ棒を高さを調整して突っ込んで穴を埋めています。塗装後に少し加工する予定なのですが、30 minutesの穴はそのままだと少し不格好ですからね。少しでもディティールっぽく見えるように配慮をしておきました。この状態のカラーリングも悪くないのですが、今回はアニメに登場したジオンカラーのゲルググを参考に緑を基調としたジオンカラーで攻めていきたいと思います。それでは塗装パートに移ります。まずはダークグリーン。オリーブと悩んだのですが、ダークグリーンが余っていたのでコスト優先で塗装しちゃいました。続いてライトグリーンに少し白を足した塗料。こちらも何かで使った時の余り物ですね。もうちょっと白を足して薄くしてもよかったかもしれません。続いてメカサフヘビー。グレーの配分にかなり悩みましたね。ジオンカラーのゲルググ GQ って結構不思議なカラーバランスですよね。黒にはニュートラルグレー5。完全にジオンカラーと同じというわけではなく、白い部分は黒色に塗装することにしました。差し色にマンダリンオレンジ。フルアーマーガンダム感を出すためにオレンジをチョイス。顔の部分には蛍光ブルーグリーン。ブラックライトが活躍できるカラーです。最後に武器類にフロストブラック。本体のメカサフヘビーとは少し違うグレーをチョイスしました。塗装も無事に終了し、墨入れ作業。タミヤの墨入れブラックを使っていきます。しかしアーマードコアのキットはディティールが多すぎですね。墨入れがめっちゃ大変でした。そんなに彫りも深くないので墨入れが結構難しかったのですが、綺麗に墨入れができるとかなりディティールが強調されてかっこいいです。少し追加のディティールアップを。配給パーツさんのシールタイプの素材を貼り付けていきます。各種いろんな大きさの丸いシールがあるので、今回は 3mm のシールを剥がして30 minutesのパーツの 3mm 穴が開いたところに貼り付けていきましょう。穴自体は先ほど高さを調整したプラ棒で埋めているので、貼り付けるだけでいい感じのディティールになりますね。何枚か貼り付けていい感じに仕上がりました。
続いて水転写式のデカールを貼っていきましょう。今回ガンプラだけじゃないオリジナルミキシング機体なので、所属している模型サークルプリズマのロゴデカールを貼っちゃうことにしました。デカールをカットして水に浸して浮いてきたらマークセッタースーパーハードで貼り付け、肩につけてオシャンティーな感じに。実はこのデカール大量に余ってるんですけど、あんまり使い道がないんですよね。少し緑が強いカラーリングになってしまったので、デカールは白で統一して少しメリハリをつけるように意識をしてみました。結果的には大成功だったと思います。最後にトップコートを今回は珍しく艶消しで仕上げていきたいと思います。艶消し前と後の差がこんな感じ。もうちょっと乾かさないと分かりにくいですかね。何はともあれジークアクス版ゲルググの異素材ミキシング機体の完成です。完成状態をご覧ください。というわけでゲルググとミルクトゥースのミキシング改造機体の作業工程はいかがでしたでしょうか。同じくらいのサイズ感とはいえ全然種類の違うキットを混ぜ合わせた割には綺麗にまとまったのではないでしょうか。普段なるべくガンプラだけを使ってミキシングをまとめることが多いのですが、こういった素材や世界観にとらわれず自由な発想で改造できるっていうのもプラモデルの醍醐味ですよね。まだこの機体の名前を決めかねているので、よかったらコメント欄で名前案を書き込んでいっちゃってください。設定的にはジャンク屋がジオンから払い下げのゲルググを入手して魔改造したっていう感じをイメージしたので、ゲルググスカベンジャーとかいいんじゃないかなと考えていましたが、ちょっとしっくりきていません。こういう武骨な機体はウェザリングが似合いそうなので、また別の機会にこいつにウェザリングを施した動画を作りたいなと思っております。そのために今回艶消しにしたってまでありますからね、お楽しみに。当チャンネルでは今回のようなプラモデルの改造から完成までの様子を一本にまとめた動画を定期的に投稿しております。ぜひチャンネル登録高評価の上、作業のお供に別の作品動画も見ていただけると幸いです。制作に関する質問やリクエストなんかも受け付けておりますので、ぜひコメントをしていってくださいね。またメンバーシップも開いておりますので、活動を応援してやってもいいぞっていう方はぜひチェックしてみてください。おかげさまでチャンネル登録2万人を突破しました。次は目指せ5万人、そしてゆくゆくは10万人。皆様の応援のおかげで楽しく活動ができております。この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。次回もジークアクス系のキットの制作を予定しておりますのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。